はい、皆さんこんにちは。ケイスケです。皆さんお元気ですか？もう11月ですね。今年もあと2ヶ月で終わってしまいます。ところで皆さん、最近本を読んでいますか？スマホを見たり、SNS を見たりする時間はあるけど、ゆっくり本を読む時間って意外と少ないんじゃないかなと思ったんです。ね、例えば TikTok を見ていたらあっという間に1時間とか2時間経っていた。ね、そんなこともありますよね。僕は最近は本をよく読んでいます。というか、読むようにしています。子供の頃は本を読むのが好きだったんだけど、大人になってから本を読むことがかなり少なくなっちゃったんですね。でもね、最近スペイン語の勉強のためにまた本を読み始めたら、読書の面白さを思い出したんです。なんかね、本を読む時間って少し特別な時間のような気がするんですね。本を読み始めてしばらくすると、時間を忘れて本を読み続ける。すごく集中できる時間。うん。寝る前に本を読み始めると、寝るのが遅くなってしまうくらいずっと本を読むことができる。なんだかね、本を読んでいると、心の中の時間がゆっくり流れていく感じがするんです。最近僕はいろいろな本を読んだんだけど、一番最近読み終わったのは、星の王子様です。皆さんこの本のタイトル聞いたことがありますか？読んだことがある人はいるかな？この本はフランスの作家サン・テグジュペリが書いた物語です。日本語や英語、スペイン語、ポルトガル語など、世界中の言葉に翻訳されていて、いろんな国で読まれています。それで今日はこの星の王子様で、僕が感動したシーンを2つ紹介したいと思います。なんかね、この本を読んだ後、誰かに、このシーン読んでよ。すごく素敵だから。って言いたくなったんです。それで今回のポッドキャストのテーマにしてみんなに聞いてもらおうと思ったんです。はい、ここでまだ星の王子様を読んだことがない人のために少しだけこの本のお話を紹介します。主人公は飛行機が壊れて砂漠に降りることになったパイロット。その砂漠で小さな星から来た王子様と出会います。王子様は自分の星に咲いていた一つの花の話をします。王子様はその花を大切にしていたけれど、花と喧嘩をしてしまって星を出ることにしたんですね。それから王子様はいろんな星を旅して、いろいろな大人に出会いながら、少しずつ愛することや生きることを学んでいきます。そして王子様の話を聞いたパイロットも少しずついろいろなことを学んでいきます。そして地球で出会ったのが狐。この出会いが王子様の心を大きく変えるんです。今日読むのは僕が日本語を勉強している人のために少しだけわかりやすくしたものを読みます。ね。星の王子様を読んだことがある人は、読んだものとは違う文章だと思うだろうけど、ぜひね、聞いてみてください。ではまず、花との別れから見てみましょう。はい。じゃあね、最初にこの場面のあらすじを簡単に話しておきます。王子様の星には一つの花が咲いていました。とても綺麗だけど、少し気が強い花でした。花はいつも王子様に、風が冷たいの。早くガラスの傘をかぶせて、とか文句ばかり言っていました。
王子様はその花を大切にしていたんだけど、だんだん疲れてしまって、王子様は花と喧嘩をしてしまうんです。そして王子様は星を出ることを決めたんです。じゃあちょっと花と王子様の会話の部分を少し読んでみます。最後にもう一度だけ花に水をやって、ガラスの覆いをかぶせようとしたとき、王子様は不意に泣きたくなりました。さようなら、と王子様は花に言いました。でも花は何も言いませんでした。王子様はもう一度言いました。さようなら。花は咳をしました。でもそれは病気のせいではありませんでした。花は言いました。私バカだったわね。許してね。そして幸せになって。花がいつものように文句を言わなかったので、王子様はびっくりしました。ガラスの覆いを手に持ったまま、どうしていいかわからず、立ったまま動けませんでした。どうして花が穏やかで優しくなったのかわからなかったのです。花は言いました。いいの。私、あなたが好きなの。あなたがそのことをわからなかったのは私のせい。でももういいの。あなたも幸せにね。ガラスの覆いはそのままでいいわ。それだけで十分。でも風が吹くよ。王子様が言いました。大丈夫。そんなにひどい病気じゃないの。夜の涼しい空気に当たれば元気になると思うわ。だって私は花だもの。でも虫が来るよ。毛虫くらいいいの。蝶々と仲良くなるためには我慢しなくっちゃ。蝶々ってとても綺麗なんでしょ？それにここは誰も来ないから寂しいの。大きな虫が来ても怖くないわ。私にはトゲがあるもの。花は無邪気に4つのトゲを見せました。そして言いました。もうぐずぐずしないで。行くって決めたなら早く行って。花は自分の泣いている顔を見られたくなかったのです。花は弱いところを見せたくなかったんです。ここまでが花と王子様の会話です。どうでしたかね、このシーンは。僕はね、この場面を読んで、リアルな人間関係に似ているなぁと思いました。好きな人とか大切な人にほど、うまく気持ちを伝えられなかったり、強く言ってしまったり、ねえしませんか？心の中ではみんな伝えたい、分かってほしいと思っているけど、うまく表現することができない。自分が気持ちを伝える前に相手に先に気がついてほしい。でもそのじれったい、早く気づいてって気持ちが不満になって、素直な気持ちを伝えることができなくなってしまうのかもしれません。花と王子様の間にもそんな思いがあったのかもしれませんね。花も王子様もお互いを思っていたけど、うまく言葉にできなかっただけなのかもしれません。日本人は愛情表現、相手に好きだとか愛してるってことを伝えるのが下手だって言われています。多分僕も愛情表現は下手だと思います。うん。はい。みんなどうですかね？愛情表現、ね、うまくできていますか？はい。花と王子様の場面はこれで終わりです。
なんだか切なくて心に残る場面でしたね。次は王子様と狐の会話の場面です。まずはこの場面のあらすじをお話しします。王子様は自分の小さな星を離れて、様々な星を旅して地球にやってきました。地球に着いた王子様は、たくさんのバラが咲いている大きな庭を見つけました。その景色を見て、王子様は、もしかして僕が大切にしていたあの花も、このたくさんある花と同じものなのか？特別なものじゃなかったのか？と思いました。庭の中のバラたちは全部同じように見えたので、王子様の花もその中に混ざっているような気がしたんでしょうね。その後、王子様は一匹の狐と出会います。狐から名付ける、関係を築くということの意味を教えられます。王子様は狐との会話を通して、時間をかけて相手を大切にすることで、相手がただ一つだけのもの、特別なものになるということを分かり始めます。そして王子様はもう一度たくさんのバラが咲いている大きな庭に行きます。じゃあ王子様と狐の最後の会話の部分を読んでみます。バラの庭に行ってごらん。そうしたら君の花が世界に一つだけの花だってわかるよ。それからまたおいらのところにさよならを言いに来て、その時一つ秘密を教えてあげる。王子様はもう一度バラの庭へ行きました。君たちは僕のバラとは違うね。君たちはまだ誰にも名付けてもらってないし、誰かを名付けてもいない。王子様は言いました。君たちは僕が出会った時の狐と同じだ。あの時、あの狐は他の狐100匹と同じだった。でも僕があの狐と友達になったから、今ではあの狐は世界にたった1匹だけなんだ。たくさんのバラたちはちょっと怒ってしまいました。君たちは綺麗だけど心が空っぽだ。と王子様は続けました。僕は君たちのために死ぬことはできない。確かに僕のバラも誰かが見たら君たちと同じように見えるかもしれない。でもあのバラは僕にとってとても大切なんだ。だって水をあげたのはあのバラだけ。ガラスのカバーをかけたのもあのバラだけ。風から守ってあげたのもあのバラ。蝶々になるために2、3匹だけ残したけど、毛虫を潰して守ったのもあのバラ。文句を言ったり自慢したり、黙っていたりするのを聞いてあげたのもあのバラなんだ。だってあの花は僕のバラだから。それから王子様は狐のところに戻りました。さようなら、と王子様が言いました。さようなら、と狐が言いました。おいらの秘密を教えるよ。それはとても簡単なことなんだ。心で見ないと本当のことは見えない。大切なものは目には見えない。大切なものは目に見えない。忘れないように王子様は繰り返しました。君がバラのために使った時間、それが君のバラを大切なものにしたんだ。バラのために使った時間。王子様はまた繰り返しました。忘れないように。狐は言いました。
人は本当に大切なことを忘れてしまう。でも君は忘れちゃダメだよ。君が名付けたものにはちゃんと責任を持たないといけない。君は自分のバラに何かをしてあげるんだ。僕は僕のバラに何かをしてあげる。王子様はまた言いました。忘れないように。これが王子様と狐の最後の会話です。はい、どうでしたかね。それぞれのフレーズが深くて印象的な場面でした。君がバラのために使った時間、それが君のバラを大切なものにしたんだ。という言葉、いろいろなことを考えさせられました。人との関係も人の思いもすぐに特別になるわけではありません。少しずつ時間をかけて長い時間の後で気がついたら特別になっているんじゃないかなと思います。例えば僕がコロンビアに来たばかりの時は友達ができなかったんですよね。知り合いになる人はいたけど友達になる人がいなかった。でも僕はすぐに友達が欲しかったんです。そう。時間をかけずに友達を作ろうとしていたんですね。だから特別な人、友達ができなかったのかもしれません。それから今の便利な生活はこの時間をかけることの反対にあるかもしれませんね。例えばファーストフードとかファーストファッション、それからマルチタスキングとかね。なんだろう、子供の頃お母さんが作ってくれた料理とか、穴が開いたズボンをおばあちゃんが直してくれたり、そういうのって当たり前のように思っていたんだけど、お母さんやおばあちゃんが僕のために時間をかけてくれたから特別な思い出になってるのかもしれないと思わされました。それから心で見ないと本当のことは見えないんだ。大切なものは目に見えない。このフレーズは深すぎますね。心で見るっていうのは目で見ることじゃなくて相手の中にある思いや気持ちを感じようとすることかもしれません。でも僕はまだこのフレーズの本当の意味を分かってないかもしれません。もう一度読んだら新しく気がつくことがあるかもしれません。はい。みんなはどう思いましたかね。心で見るってどういうことだと思いますか？ぜひぜひコメントしてくださいね。どちらの場面も僕にとってとても印象的でした。皆さんにとってはどうでしたか？特に狐のセリフ、心で見ないと本当のことは見えないんだ。大切なものは目に見えない。これはちょっと忘れられないくらい深いフレーズですね。僕たちも人との関係とかですぐに答えを見つけようとしてしまうことがあると思います。でもゆっくり時間をかけないと見えてこないものとか大切な関係があるのかもしれません。人との関係だけじゃなくてみんなの夢とか毎日の小さな出来事も時間をかければ少しずつ特別なものになっていくんですかね。時間をかけるって長く続けるということかもしれませんから、みんなの日本語の勉強も時間をかけてみんなの中で特別なものになるかもしれませんね。はい。なので、これからも日本語学習を続けてほしいと思います。はい。
一言でこの本をまとめることなんてできないんだけど、今回紹介した2つの場面で僕が感じたこと。それは、すぐに結果を求めないで、ゆっくり生きられたら、自分や大切な人にとって、この世界がもう少し優しくて、温かく感じられるものになるかもしれない。ということですかね。でも難しいですね。本を読んで感じたことを話すのは。じゃあ今日はここまでです。今日はね、少しだけど初めて本の朗読をしてみました。皆さんどうでしたかね。はい。皆さんの感想をお待ちしています。それじゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとう。またね。バイバイ。